2024年明けましておめでとうございます。このチャンネルは個人でのんびり作っているゲームの進捗を紹介しているチャンネルです。去年までは全滅部屋、敵を全部倒すまでは出られない部屋のルールとかを設計していたんですが、年末の休みを要して、早速実装してみました。こういう感じでいいかな。このクラス図自体は前回発表したものから変わってないんですが、基本的にはこの構成で実装しています。ざっくり説明すると、プラグインのルームのセンサーを継承した、アプリケーションのクラスを作って、ドアもプラグインの、ドアのベースのクラスから、ゲーム用のドアのクラスを作りました。で、ルールのコンポーネントのベースクラスを、作って、今回は、全滅を監視するこのルールエクスターミネーションコンポーネント。このコンポーネントは部屋の中の敵とかドアを、管理して、制御するようにしています。じゃあ早速やっていきます。実行すると、血が飛びるか。同じ色だと非常にわかりにくい。で、コミ部屋に入ると、全滅部屋、もう入った瞬間に鍵がかかって出られなくなるんですが、鍵がかかったことを表すために扉の色を青にしてます。入ると、ロックされて、驚いたようなアニメをちょっと、流したいんですけどね。で、倒すと解除されて出られるやと。ちょっと死亡とか的なやつ全然作ってないね。しないんですけど、おれ扉が開く。鍵がかかっておい。ピギが現れた。開けられない。他の扉も全部ロックされてるので出られないと。で、敵を倒すと、こんな感じで敵を倒しました。鍵が開いて、お金ゲットか。もうこれは、この敵は本来なら倒されてるので、ロックオンできないようにはなってるんですけど、死亡演出がないので、何食わぬ顔で吹いています。で、普通に鍵が解除されてるので、外に出れると。こんな感じで、ボス鍵がないから入るね。シャッターちょっとシビアだな。あそこに落ちてる。だな。強制ロックが解除したときに、なんでしょうね。宝箱か鍵が現れるような演出が入ると、よりわかりやすくなりそうですよね。と、全滅しないと出れない部屋ルールは作れた感じがあるんですけども、これは整えるとして、もう一つか二つぐらいのネタを考えて、仕組みとして
もうちょっと発展性があるかどうかを考えたいんですけど、アイデアが枯れている感じ。っていうか枯れていて、他にも王道的なルールってあると思うんですけど、思いついていないんですよね。なんかありますかね。もしなんかあったらコメントでアイデアいただけると。よくこういうのあるよねっていうのがあると嬉しいです。今週はこんな感じの進捗だったんですが、最近X を見ていて、龍は如くのチームの C++ の、吹き込みを見て思ったんですけども、ゲーム、特に新卒プログラムの勉強しましたっていう方に、時代の流れなんですかね。ゲームを動かすハードウェアの機能は、というか性能は上がったんで、っていうのと、覚えなきゃいけないことが本当に増えてきているんですよね。もう 3D なんて、レンダリングとかそういう計算式とか作れて当たり前だし、プログラムに関しても、オブジェクト思考なんてもう登場して随分時間が経っちゃってるし、そういうたくさんの勉強しなきゃいけないことと、ゲームを作るのにやはり効率を上げるためにゲームエンジン。特に日本語の情報だと Unity が多いので、そういう勉強のコストを下げるために C# を学ぼう。それ自体は全然間違ってないと思うんですけども、一般線コンシューマーゲーム機とか、携帯ゲームも本当はプラットフォームが多くなければ、なるべくコンピューター側に近い言語の方がパフォーマンスが上がりやすいですね。で、特にああいう大型タイトルになると、もう処理すべき内容がすごく多いんで、どうしても早く動作する言語を使える人がやっぱり欲しいんですけども、コンピューターに近い言語、コンピューターが早く処理できる言語ってなると、人間には当然優しくないというか、コンピューターのことをもっとたくさん知っていないといけないわけですよね。ってなると、勉強する側からすると少しでも効率よく勉強したいんだけど、相手となるお客さんからすれば、もう少しでも安いプラットフォーム、安くゲームしたいってなると、やっぱり安いってことは性能が下がってしまうんで、そこの部分をエンジニアが吸収する。もう学生だと自分のために勉強するけれど、社会人になるとお客様のために勉強するんで、そこの温度差がすごく、違うのかなって感じることが多いですね。なるべくやはりスピード感。4年例えば専門学校で学ぶんであれば、なんとなくゲームが作れるんじゃなくて、お客さんに出せる商品という意味だったら、今ならいろんなところで自分の作ったものを売るっていうことができるんで、一度フリーでもいいですけど、売ってみて、やっぱりお客さんのその意見を得られる体験までできると、もうそれは強い卒業生、応募してすごくもうぜひうちに来てくれっていう風にあるのかなという感想を持ちました。今週のところはこんな感じで、毎週このようにちょっとずつ自分のゲームを趣味で作りながら、思ったことを書いているようなチャンネルなんで、もしよろしければチャンネル登録や評価いただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。他はそうですね、ゲーム業界仕事としてやって随分長いんで、もしゲーム業界目指してる人で質問とかあったら
答えられる範囲で答えたいと思います。以上になります。ご視聴本当にありがとうございました。今週も頑張っていきましょう。バイバーイ。